こんにちは。7L4WVU です。今回の動画は、米国製バード社のパワーメーター用のエレメントを作ってみました。このパワーメーターは、業務用として世界中で使われておりますが、中古品もかなり出回っており、アマチュア無線化の間でも人気の製品です。ただ、この測定器は、電力と周波数レンジで多くの交換用のエレメントを用意する必要があります。エレメントは新品だと1つが5万円以上するので、必要なものを揃えると価格も結構な金額となります。また、このエレメントは、かなり精巧に作られているせいか、ウェブサイトで検索すると、分解したものは見ることはできましたが、自作したというものは見つけることができませんでした。今回、難易度が高いのですが、勉強のため、自作にチャレンジしてみました。そして、ここに書かれている項目について実験をしてみました。設計目標です。製品は、右表のような区分で用意されています。今回、自分の設備でもテストできる HF 用の 100W のものを製作してみました。オリジナルは金属で精巧に作られており、簡単に作ることはできそうにありませんので、3D プリンターを使って ABS で製作してみることにしました。こういうもので実用になるのか確認するのも目的の一つとなります。また、必要な特性としては、方向比は 20dB。指示誤差は 10% 以内を目指すことにします。3D プリンターでシールドが取れないので、果たしてうまく動作するのか疑問でした。回路は、図の通り、方向性結合器と鍵波の機能なので簡単です。しかし、形状が複雑なのと、この小さいケースにどのように部品を実装するのか悩みました。ここに書いてあるラフなスケッチを作成して、右のような 3D プリントのモデルを製作しました。そして、基板は、コイル部分もあり複雑な形状となるため、これも 3D プリンターで作ってみました。最初に試作したものです。コイルの巻き数とか、特性が取れるのか全くわからなかったので、とりあえず、これで実験してみました。最初、方向比は固定抵抗でいけると思いましたが、50オームから100オームくらい変えても方向比が全く取れませんでした。そこで可変抵抗にすることにして、端子の構造なども改良してみました。改良版は、このようになりました。基板には、感度に加えて、方向比の調整ボリュームを追加しました。電極は、ネジを利用して、アース端子は、直径 1mm のワイヤーを使っています。最初、HF バンドでこんなに小さいコイルで方向比が出ないのではと、疑問を持ちました。当初、回路図で赤枠で囲ったところの終端抵抗を、50オームから100オームくらいの間を変えてみましたが、全く方向比が取れませんでした。考えてみると、検出部がコイルで、巻き数も10回を超えると、数百オームになるのではないかと考えて、1キロオームの可変抵抗をつけて調整してみたところ、うまく方向比が出るようになりました。最終的には600オーム近いところで、反対方向の指示は、最小になり、20dB程度の方向比が取れるようになりました。左のグラフは、14MHz における、実際の通過電力をバードパワーメーターで読んだ値をグラフにしたものです。赤色の点線は、製品のエレメントで読んだもので、当然、直線的になっています。自作のエレメントに最初に使ったダイオードは、ショットキーバリアダイオードの BAT43 というものでした。これを使って実際にパワーを可変してみると、オレンジ色の曲線のようになり、メーター指示と一致しませんでした。バードのメーターより特性カーブが急になっていたため、カーブが緩やかなダイオードに変更してみました。自分で手持ちのダイオードの VF 対 F 特性を測定したカーブを、左のグラフに示します。このグラフから立ち上がりカーブの緩やかな、ゲルマニウムダイオード、0A90 に変更してみることにしました。変更後に感度調整をしてから測定したところ、右のグラフの青色のラインのように改善しました。少し誤差はありますが、使える範囲になったと思います。実際にこのダイオードを使ったエレメントで電力を可変して、別の電力系の指示と比較しているところを動画でご覧ください。
最初、補正なしで、周波数によるレベルの誤差を測定してみたところ、右のグラフの赤色のラインのようになりました。このグラフは、横軸がアマチュアバンドの周波数。縦軸に、バードパワーメーターの指示を 50W にするために必要な電力を表したものです。すなわち、3.5MHz では、120W の電力を通さないと、50W までメーターが触れないことで、感度が悪いことになります。このグラフから、高い周波数の感度が良いことも、わかりますので、左の回路図の赤色の部分に、キャパシターを入れて高い周波数に対してインピーダンスが低くなるように設定します。このキャパシターの容量と感度を測定して、133ピコファラッドが、一番使えそうなところとわかります。この回路では、10から 28MHz くらいまでは、ほぼ、フラットになっています。コイルの巻数と補正用キャパシターを調整すれば、もう少し低い周波数まで対応できると思います。最後に、感度と方向比の調整の模様と、最終形の進行、反射電力切り替えの模様をご覧ください。動画はいかがだったでしょうか。簡単な回路の製作でしたが、3D プリンターで製作するにあたって、この構造をどのように実現するか、試行錯誤した部分が多く、かなり時間を使いました。3D プリンターで作る基板など、簡単な製作で応用できると思います。また、特性面も使えるレベルになるまで調整がかなり複雑です。例えば、コイルの巻数を変えれば、周波数補正を含めて、すべての部品を見直す必要が生じるのでなかなか大変なものです。エレメントは、高額ですが、製作の時間を考えると買った方が良いと思いました。しかし、アマチュア無線化として、こんなものでも買わないで、自分で作って、実験してみることで、学べることも多いです。今後の計画として、理解も深まったので、デジタル表示アダプターでも作ってみようかと思っています。それでは、動画のご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、自分が制作した作品の他に、アマチュア無線に役立つ情報も配信しています。よろしければ、チャンネル登録をしていただくと嬉しいです。